無人島で発見された2歳の少女の遺体。彼女がどれほどの苦痛を抱えて死んでいたか、あなたには想像できますか？ 2007 年7月24日、アメリカテキサス州スプリングバスリングで向かい合っていたのは2歳の少女とその母親。少女の名前はライリー・アン・ソーヤーズ。カールした金髪が愛らしい彼女は母親に向かって必死に手を伸ばし、こう訴えます。ママ、愛してる。一方、ライリーを見つめる母親の表情はどこか深刻で、親子水いらずのひとときには似つかわしくないものでした。2人の隣では水道から流れ出る水が勢いよく音を立て、バスタブを満たしていきます。次の瞬間、戸惑いながらも娘のライリーに自らの手を伸ばした母親。そして彼女はそのままライリーをバスタブの中へ沈めたんです。愛してると手を伸ばす2歳の娘を無慈悲にも水に沈めた母親。かけがえのないはずのその命を彼女が奪ったその理由とは？母が娘に抱いていた愛情は恐怖に染まる日々で塗り替えられてしまったんです。おそすけじゃんです。いや、みやみこっていや、最近ようやくね、3ヶ月ぶりにあることをしました。大きい方のトイレ、破裂してるわよ、私のお腹が。何したの？いや、バドミントンをしたんですよ、久々に。でね、私ね、こう見えて、ちょっとできる方ではあると思う。高校3年間やってましたから。運動神経いいっすからね。そう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 、もう魚猿のチャップマンって言われてたぐらいですから。160キロ出てますよね。言ってました。それはちょっとみんな勘違いしちゃう。いや、それ勘違いしないか。まあいいんだけど、で、3ヶ月ぶりに行ってね、クラスで言ったら、まだやっぱ慣らしだから、私が勝てる、そこそこ勝てるぐらいのところにしようって思ったの。ランクがあるのか。そう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 。そのクラブにね、同じぐらいのね、実力の人たちが集まらないとバドミントンって楽しくなかったりするからさ。行ってレベルでも久々に行ってボコボコにしたろうと思って行ったら、5勝5敗ぐらい。微妙じゃん。私この話話すか迷ったんだけど、5勝5敗ぐらいだった。今回ご紹介する事件はアメリカテキサス州で起こった事件についてです。この事件ではなんと驚くべきことなんですけれども、2歳の少女がなぜか無人島で発見されたんです。どういうこと？なんで2歳の少女が無人島にいるわけ？どういう経緯？なんで無人島なのにいんのかっていうね、そこから意味がわかんないんですけれども、この事件の重要なとこってそこじゃないんですよ。この事件を追っていくと、親子の思いがすれ違う悲しい真実が浮き彫りになっていくんです。夜の無人島で偶然発見された少女の遺体。その体にはあまりに凶暴な暴力の痕跡が残されていたんです。不審な漂流物。2007年10月29日、アメリカテキサス州、夜も更けた頃、一隻の漁船がガルベストン湾の付近を明かりを灯しながら航行していました。なんだ？甲板に出ていた漁師はいつもは気にせず通り過ぎる無人島の岸に大きな箱型の漂流物が打ち上げられていることに気がつきました。漁師は風変わりなその漂流物が気になり、無人島へ上陸。近くで見てみると、その正体はプラスチック製のコンテナだったんです。普段は見かけないサイズのその漂流物に興味を惹かれ、漁師は何気なくその蓋を開けました。するとコンテナから出てきたのはボロボロの子供の靴。その下にはゴミ袋に入れられた何かの塊が押し込まれていたんです。そのゴミ袋の中身は腐敗した子供の遺体でした。こいつは一大事だ。肝を冷やした漁師はすぐに船へ引き返し、管轄の保安部へ通報。警察の調べにより、遺体は2歳から5歳の白人の少女のものだと発覚するんです。同時にこの少女は何者かに殺害された可能性が高いと考えられました。少女の頭蓋骨には骨折の痕跡が3つ。その負傷の度合いはビルの屋上から落下した時と同等程度とされ、よほどの衝撃を加えられたと見て取れたんです。一方、遺体は相当に腐敗が進んでいたことから、正確な死亡日や身元の特定は困難な状態。警察は法医学顔面再建の技術を用いて生前の顔を想定した合成スケッチを作成し、情報提供を呼びかけることに。なんか難しい言葉出てきたけど、要するに遺体がそうやって腐敗してる状態からでもなんかスケッチを描ける技術があるってことよね。そうなんです、現代のテクノロジーを駆使すれば、頭蓋骨からだけでもね、かなりの精度のスケッチが作れるんです。ここで本日のメトラキーワード、法医学的顔面再建について。法医学的顔面再建とは、骨格から個人の顔を再現する技術。現在一般的なのはコンピューターを用いた3次元再構成の方法です。スキャンされた頭蓋骨の写真、さらに PC 上の顔の特徴を収めたストック写真をもとに、法人類学者が筋肉組織の知識を用いて合成スケッチを作成します。全米行方不明非搾取児童センターもこの方法を採用しており、身元特定を目的とした合成スケッチとしては最も効果的とされているんです。その反面、法医学的顔面再建は法人類学
学者の推測を交えて主観的に作成される側面から正式な法的証拠とは認められていません。あくまで補助的な手段であり、最終的な判断には DNA や歯科記録などより正確性の高い証拠が必要とされるんです。警察は無人島に流れ着いた身元不明の少女をベイビー・グレイスと名付けました。合成スケッチを担当した法人類学者は歯学の専門家でもあったため、歯並びまで精巧に再現されたスケッチが完成。全国へ向けて公開されると、各地から多数の情報が寄せられました。そして情報公開から数週間が経過した頃、警察に連絡してきたのはオハイオ州に住む一人の年配女性。似顔絵の女の子がテキサス州へ引っ越した孫に似てるんです。女性は以前まで孫と一緒に暮らしていたといいますが、息子夫婦が離婚、嫁が新しい恋人とテキサス州へ引っ越してからは孫の顔も見ていなかったといいます。ベイビー・グレイスの合成スケッチがどことなく孫に似ていたこと、遺体の発見場所がテキサス州だったことから彼女は通報することに決めたんです。その後の調査の結果、ベイビー・グレイスの DNA は父親とされた男性のものと一致。遺体発見から約1ヶ月後の2007年11月30日、彼女の正体は当時2歳の少女ライリー・アン・ソーヤーズであることが判明したんです。おばあさんはさ、孫のことを母親と一緒に出たっきり見てないって言ったわけでしょ。じゃあ犯人は母親なんじゃないの？ただね、ここで気になるのが、取り調べを受けていたね、母親とママ父とで供述内容がまるっきり違かったんですよ。嘘だらけの夫婦。少女ライリーの身元が特定されると、警察は母親のキンバリー・ドン・トレナーとママ父のロイス・ゼイグラーをそれぞれ尋問すると、口火を切ったのはママ父のロイスでした。あの子はオハイオ州にいるものだと思ってましたよ。俺がいない時にオハイオ州の福祉職員が強引に連れて行ったようなので、なんとロイスはライリーはそもそも自分たちの家にはおらず、オハイオ州の祖母の元へ戻されていたと供述。その理由については、自分がライリーに対して性的暴行を働いていると彼女の祖母が疑ったためだと語りました。実際オハイオ州児童福祉局からライリーを祖母の家に戻すように命じる手紙も届いており、ロイスの供述に嘘はないように思えたんです。一方、別室で取り調べを受けていた妻のキンバリーはこんな供述をしました。福祉局からの手紙はロイスの命令で私が偽造したものなんです。さらに彼女は娘ライリーの死亡についても、夫のロイスと2人で殴打し水中に沈めたと話しました。こうしてのらりくらりと言い逃れをしていたロイスも罪を認めざるを得なくなったんです。あら、証拠まで偽造して手込んでたことしてたのに、すんなり母親は罪を認めたのね。なぜね、母親のキンバリーはすぐに罪を認めたのか、それはこの後の夫ロイスの行動を見ると見えてくる。こうしてロイスとキンバリーの夫婦は児童傷害や証拠改ざんの容疑で拘留されることになりますが、その直前、夫のロイスが予想外の行動に出るんです。彼はなんと過量服薬によって自を図るんです。そして傍らに置かれていた遺書には次のように記されていました。私が犯した罪について妻のキンバリーは無実です。結局ロイスの実は未遂に終わりました。一方で妻のキンバリーが無実だというロイスの主張は、主犯はあくまでロイスであり、彼女が自ら進んで犯行に加担したわけではないことを示唆していたんです。じゃあ何これ、母親のキンバリーは何もしてないってことじゃない？ただ証拠の改ざんに付き合わされただけってこと？何もしてないっていうわけじゃないんですけど、もともとはね、母親のキンバリーはね、娘のことをすごく愛してたんですよ。果たして彼らの親子関係とは一体どのようなものだったんでしょうか。愛情と暴力の狭間で。2003年、それは当時15歳のキンバリーがオハイオ州メンターの高校に通っていた頃のこと。そんな妊娠したって本当なのか？目を丸くして彼女に問いかけたその少年は、キンバリーの高校の同級生ロバート・トーマス・ソーヤーズ。そう、キンバリーは高校在学中に娘のライリーを妊娠したんです。その後、キンバリーは妊娠した状態のままどうにか高校を卒業。ライリーが生まれた後はロバートの実家で義理の両親も交えて生活することに。若い2人の間に生まれたことで多少の不安はありましたが、ライリーは両親と祖父母に支えられながら元気に成長していったんです。一方、慣れない子育てのストレスもあってか、キンバリーとロバートの関係はうまくいかず、2人は離婚。義理の両親の情もあってか、その後もキンバリーはロバートの実家に留まっていたのですが、いつまでも元夫と同じ家にいるわけにはいきませんでした。ライリー、これからは新しいパパと3人で暮らすのよ。テキサス州はどんなところかしら？楽しみね。そう、この頃キンバリーにはオンラインゲームで知り合った新しい恋人ができていました。その人物こそ6歳年上のロイス・ゼイグラー。こうして2007年5月、キンバリーは娘のライリーを連れロイスと暮らすためテキサス州へ引っ越すんです。それはライリーの遺体が無人島へ流れ着く半年前のことでした。ということは、ロイスと出会ってからそうやって親子関係がなんかおかしなことになっちゃったわけよね。そうなんですよ。このロイスという男はですね、子育てに対して、かなりずれたというか、もう間違ったとも言っていいね、価値観の持ち主だったんです。
母キンバリーはライリーを連れてテキサス州へ引っ越し、翌月にはロイスと再婚。共通の趣味で繋がった2人の夫婦関係はきっとうまくいく。少なくともキンバリーはそう思っていたはずでした。しかしその期待は夫のロイスによってあっけなく裏切られてしまうんです。なあキンバリー、ライリーは何かしてもらった時にありがとうも言えないのか。君の教育は全然ダメだ。子供ってのは殴ってでもしつけないと。2007年7月24日、ロイスはもう何度となく娘のライリーを革のベルトで殴りつけていた。ほらほら。娘に対し容赦なく暴力を振るう夫に怯え、キンバリーはただその場に立ち尽くしていた。こんなの絶対に間違ってる。しばらくするとママ父のロイスはベルトを振るう手を止め、怒りをあらわに娘に叫ぶ。おいライリー、早く立てよ。俺が子供の頃はこんなもんじゃなかったぞ。続けて彼は妻のキンバリーへ向き直るとこう指示を出す。バスタブに水を溜めてこい。ロイスに威圧され、わけもわからないままバスルームへ向かった母キンバリー。彼女はただ夫に従い水道の蛇口をひねるほかなかった。あの人何をするつもりなの？ライリーはどうなっちゃうの？このままでは娘のライリーが死んでしまう。母親である以上、キンバリーにもそんな葛藤があったはず。しかし、おいキンバリー、お前がライリーを沈めろ。彼女は夫ロイスのその言葉にどうしても逆らえなかった。母キンバリーは震えるその手をゆっくりと娘の頭へと伸ばした。その時だった。ママ愛してる。娘のその言葉は確かにキンバリーの耳に届いていた。そして次の瞬間、バスタブの水が飛び散る音に虚しくかき消された。その後、ママ父のロイスはライリーの髪の毛を引っ張り、バスタブから引きずり出すと、彼女の頭をタイルの床に何度も叩きつけました。そうしているうちに、ライリーはいつしか息を引き取ってしまうんです。ロイスは幼少期、父親に虐待されて育ったといい、子供をしつける最良の手段は暴力だという間違った認識を持っていました。事件の日は、母親のキンバリーにライリーを鞭打つように命じていましたが、彼女が娘を本気で殴らなかったことに激高。いつにも増してエスカレートしたママ父の暴力によって、最悪の事態が引き起こされてしまったんです。ロイスが最低なのがよく分かったしさ、これも母親のキンバリーもロイスのことが怖かったに違いないわよ。だとしても本当に娘を愛してたのならさ、どっかで暴力を止めるきっかけとか何かね、気持ちのストップがかかってほしかったけどね。まあね、なんか夫が怖いっていうのも分からんでもないんですけど、ただなんか外にね助けを求めたりとかできるタイミングはねあったんじゃないかなって、こう外側のね僕らからするとやっぱちょっと感じちゃいますよ、そこは。ライリーが動かなくなったのを見ると、ママ父ロイスは心肺蘇生を試みますが、時すでに遅し、彼女はみるみる冷たくなっていきました。夫婦はここからプラスチック製のコンテナや漂白剤など証拠隠滅のための品を買いに走ります。当初遺体は人気のない場所へ埋める予定だったといいますが、穴を掘るのに時間を要するために断念。結局夫婦は遺体をゴミ袋で何重にも包んでコンテナに詰めると、ガルベストン湾へ車を走らせ、そのまま海へ投げ捨てたんです。そして無人島へ流れ着いたライリーの遺体は3ヶ月後、付近を通りかかった漁師によって発見されることに。もし漁師が漂流物を気に留めず素通りしていたら、今も彼女の死は誰にも知られないままだったかもしれません。その後ライリーの遺体は火葬され、オハイオ州へ住む実の父の元へ。20カ国もの国で追悼式が行われたほか、遺体が流れ着いた無人島にはライリー島という名前が付けられました。事件から約2年後の2009年、第1級殺人で有罪となったロイスとキンバリーに下された判決は仮釈放なしの終身刑。夫から虐待を強要されていたとはいえ、母親のキンバリーもライリーの殺害に加担したことは紛れもない事実。そこに情状酌量の余地はないと判断されたんです。子供をしつけるには暴力が最良の方法と考えていたママ父ロイスと、その考えに逆らえず彼と共に娘を殺めてしまった母キンバリー。彼女に対し娘のライリーは最後に愛してるという言葉を残しました。愛する母なら自分を地獄の苦しみから救ってくれる。ライリーはきっとそう信じて母にその言葉を向けたのではないでしょうか。2歳のライリーがよく知っていたように、親子関係において最も重要なものは愛情ではないかと僕は思います。あなたが親子の愛情を最も感じた瞬間はどんな時でしたか？おそすというわけでね、いつもね、アルゴメトリをご覧の皆さんもありがとうございますということで、今回ですね、ちょっとね、大きい発表がありますと。アルゴメトリでね、初の試みなんですけれども、最初はね、ヤミゴさんもちょっとやってたり、僕もあと5年ぐらいね、いわゆるこう、チャンネルのナレーションをね、入れてたわけなんですけれども、なんと今回ね、新たな挑戦ということで、新しいね、ナレーターさんを募集してみようかと思います。
というわけで、いろんなね、考えはあるんですけど、ありがたいことにね、僕の声がいいって方もいらっしゃいますし、ただちょっとね、もう6年もね、やってます。そのうちね、もう5年ぐらいずっと入れてるんで、ちょっと変化もつけたいなっていうのもあるし、その分ね、僕とかね、ヤミゴさんもね、時間できますんで、皆さんに対してね、別のコンテンツを提供できるんじゃないかとか、いろいろ今話し合ってる最中なんで、本当にこう前向きに捉えているんですけれども、ただね、アルゴメントに耳で聞く人も多いわけじゃないですか。だから結構ナレーターさん超重要なんですよ。そうね。あなたの声ファンもきっといるんだけど、言うてね、あなたもナレーターさんではないわけだからね。でも、ナレーターをプロとしてやってる方々もいらっしゃるわけですから。そうですね。今回ね、プロじゃなくてもいいんですけれども、本当にね、お力添えいただける方はね、概要欄と固定コメントをね、リンクからね、ぜひご応募いただければっていうところで、ただね、本当に、今、ヤミクさんが言ってくれたように、僕もね、結構こう、魂込めてやってるんで、次やる方にもね、やっぱそういうところはね、いい意味で見させてもらって、なので、皆さんに僕が約束できるのは、アルゴメトリーは必ずパワーアップするっていうことですね。それでね、僕らもね、いろいろこう、俯瞰できるところも増えてくると思うので、ちょっとだから新しい挑戦。ただもう、これでね、なんかいいナレーターさんいないなとかね、ちょっと僕が言うのもあれなんですけど、その場合ね、変わんないんで、いい人がいる場合のみ変わるっていうね、ここは約束しますよね。皆さんご安心いただければっていうところで、オーディションもね、ちょっとどれぐらい長引くかもわかんないんで、ちょっと一旦はね、興味ある方はね、音声送っていただければと思います。そして、いつから変わるとか、もしあればまた告知するんで、そこはね、ご安心いただければと思います。というわけでね、本日もアルゴメトリーの動画、ここまでご視聴いただき、ありがとうございました。